今日は自民党総裁選の話をしていきます。これから毎週のようにこの総裁候補についてコメントをしていきます。さあ、そこでこの総裁選、9月の12日に告示があって27日に投開票ということで、15日間という今まで一番長い選挙期間なんですけども、簡単におさらいをします。今もう11人が出馬の意欲を示していると。石破さんですね、加藤さん、上川外務大臣、小泉さん、河野さん、小林さん、斉藤さん、高市さん、野田さん、林さん、茂木さんということで、今日時点ですでにこの小林孝之さん、コバホークなんて言われてますけども、彼が正式に出馬のこの会見もいたしました。さあ、そこでですね、この人たち手を挙げたんですけれども、最低必要なのは推薦人を20人集めないとダメなんです。小林さんはもう20人集まったから、手を挙げることができた。で、これまではですね、派閥が基盤でしたから、派閥を元にしている人たちは、例えば岸田派からそうだと、安倍派からこうだと、もうその派閥が20人以上いれば、その代表選手で出れば派閥の仲間だけで20人集まるんです。で、20人集まるっていうのは簡単なようにあるんですけどね、実はものすごく大変なんです。で、これは私はあんまり公にしてなかったんですけども、私が国会議員の時にですね、総裁選で出れということで仲間が集まりまして、20人集まって20人名前揃ったんですよ。ところがやっぱり、ちょっと待てよと、勝手にやっちゃいかんということで、党の長老のところに行って、こういう形で集まりましたんでっていうことを言って、分かったって言ったんですけれども、それでもうその1時間後にはですね、その長老たちが片っ端から電話かけて、お前やめとけっていうことで切り崩しになって、あっという間にいなくなっちゃったという、こういうことなんですね。だから結局みんな結構20人集まればすぐ出りゃいいのに、小林さんしか出てないっていうのはなかなか集まらないんですよ。それで今申し上げたように、私は無派閥で仲間が集まったんですけども、やっぱ派閥がないと集めるっていうのは非常に難しいんですね。で、それでその派閥がなくなったことの意味は非常に大きくて、派閥単位でできなくなった。だから派閥以外の人も声かけないといけない。で、いい例がですね、岸田派の上川さんと岸田派の林さん、これ同じ派閥から2つ出てるわけですから、半分分けそれはギリギリになるけど、完全に半分になるわけじゃないから、その一人が一派閥からっていうことから考えると非常に難しいわけですね。だからそういうことを考えると、なかなかこの20人集めるっていうのが難しいということなんです。で、それでちょっと派閥のお話をしたいと思いますけども、私自身は派閥には悪い面もあるけれどもいい面もあると、プラスの面も評価してほしいってことを、いつも言ってきたんですね。で、今回派閥が麻生派を除いて解散になりました。で、なぜ解散になったかと、皆さんご承知の通りで、昨年末に派閥がパーティー券を売って、その収入をキックバックして裏金扱いにして、政治資金規正報告書にきちんと書かなかった。それでも大問題になりました。そこで岸田さんは、いや、もうじゃあ解散、派閥解散ということを言ったわけですね。で、麻生さんのところは、きちんとやったから別にやる必要ないよって、麻生派は残って、他はみんな岸田派に右習いで解散してしまったと。そういうような事情があります。じゃあその派閥って何だったのか、なぜ私がいい面もあるって言ったかっていうとですね、派閥っていうのは最大の目的は自分の派閥の親分を
総裁にすると、自民党の総裁っていうのはほぼ首相ですから、自分の派閥から総理総裁を出すという、この目的が一番大きいんです。だからみんな頑張って親分総理になってくれってこうやるわけです。で、自分の親分が内閣総理大臣になれば自分も子分ですから、大臣になったりとかいいポストもらえるんで、みんな一生懸命頑張るんですね。だからそういう最大の派閥の機能は総裁選の先頭単位、先頭集団だということなんです。それからもう一つの機能はですね、いろんな派閥が5つも6つもあって、これはその自分の派閥の領袖を総理にするために政策も磨いていくわけです。いや、岸田入る安倍派の政策の方がいいじゃないかと。いや、茂木派の方がいいじゃないかと。安全保障政策、経済政策、一生懸命朝から晩まで勉強してみんなでよその派閥よりいい政策作るんだということで競争するんです。だから自民党の政策は非常に良くなって他の政党が政権取れないんですね。で、こういうふうにして頑張って努力するっていうのをかつて大平正芳首相はですね、派閥、これは切磋琢磨するもんだって、この切磋琢磨っていう言葉は非常にいいと思いますね。こういう機能があるということなんです。それからもう一つ言うとですね、もうその憲法だってまともに読んだことないような国会議員が出てくることあるんですよ。1年生議員で任期だけで通ったりして、でこいつらにきちんといろんなことを教えないといけない。挨拶の仕方から、勉強の仕方、政策の学び方、役人との付き合い方、それ選挙の仕方で全部一から教えていく、そういう教育機関、もちろん自民党はありますけど、やっぱり細かく指導するには派閥という単位がいいんですね。だから派閥は新人議員の教育訓練機関だと、この機能もある。ただ中選挙区制の時は一つの選挙区から3人とか4人とか5人とか選ばれましたから、それで同じ選挙区の中で派閥間の争いをすると、三角大副中と言われたように、三木さん、田中角栄さん、福田さん、大平さん、中曽根さんって、この5大派閥があって、5大派閥があるっていうのは5人まで定数があるから、この5大派閥が戦うわけですよ、一つの選挙区で。そして、野党よりもだから自分の仲間の自民党の他の派閥の方が敵になるから熾烈な争いをやる。で、よく考えたら同じ自民党じゃないの、政策も似てるじゃないと、なんで違うのって言った時に、金ばらまいてお金で蹴りつけようとしたからお金のかかる政治ができた。だからこれはもう中選挙区制でこんなことやっちゃダメだっていうことで小選挙区制に移して、そしてお金がかからない選挙というようなことになったんですね。だけどプラス面もあるということを申し上げておきたいと思います。そして今日はですね、この一番世論で人気のあるトップの石破さんについて、かつての同僚としてお話をしたいと思います。本当に石破さんいい人だし、私の友人であるんですけれども、世間からこういう批判を浴びるんで、それはもっともな面もあるんですね。例えばですね、学者の私が言うのもおかしいんですけど、学者のヘリクスばっかりあいつ言うじゃないかということで、彼は安全保障の専門家ですから、私も安全保障の専門家なのでしょっちゅう防衛の議論をやるんですよ。そうすると一つ例を挙げますとですね、その憲法改正やってて、自民党の憲法改正案を作るときに2人で議論する。で、彼はもうやっぱ国防軍にしないといけない、9条変えて、いや待ってよ、国防軍なんて言ったらソ連は怖がって逃げるから自衛軍でいいじゃないかって私が言うんですよ。そうすると石破は私に対して「増根さん、あんたそれでも学者なんか?」ってから、私は石破に対して「お前それでも政治家か」こんなこと言ったらお前世論ついてこないぞと、こういう面白い話をしていたことがあるんですね。それから私は福田内閣の時も麻生内閣の時も厚生労働大臣でした。で、石破さんはですね、防衛大臣やって農林水産大臣やった。だから2人でいつもその
予算委員会で野党にやられてたんで、石破が当たると自分で当たらないばよかった。私が当たると石破に質問来ないばよかったって、まあそういう中だったんですけど、もう一つ問題は、やっぱ顧問の面倒の見の悪さっていうことで、あれだけの大物でトップだったら石破派ってあっていいんですけど、石破派がなくなっちゃったって顧問が逃げていくんですね。やっぱり選挙の時の面倒を見る、飯食わせるとかいうようなことをやらないと、やっぱ親分ってそうなんで、ちょっと面倒見がやっぱ悪いところがある。それからもう一つはですね、他人の状況が読めないっていうのは、ある人が非常に選挙区で困ってる、ある人がこういう状況で困ってる、みんな困った時に助けてくれる人が親分なんですよ。だから困った時に彼は何もしないもんだから、もうちょっと石破についててもこれはダメだってんで逃げていっちゃうっていうようなことがあるから、それで石破派がなくなっちゃったっていうことで、石破さんは田中角栄さんの愛弟子でですね、で一生懸命コツコツ選挙区を歩いて努力してきたんで、非常に私いい政治家で政策能力も非常にあると思うんです。だからもったいないから友人として言うと、こういう3つの点、この批判は必ずしも間違ってないんで、それを直していって、そして日本のためにしっかりと働いてもらいたいと思っております。